皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。まず前半においては、ちょっと驚くべきロシア軍の新型兵器と、一方で順当な進化をしているウクライナ軍の兵器、それぞれの兵器についての解説を行います。その後で、ウクライナ情勢に大きな影響を与えるトランプ政権の動向について解説しておきましょう。まずはロシア軍の新型軍用車両について見ておきましょう。こちらが戦場に新しく現れたロシア軍側の戦闘車両です。どう見ても戦闘車両と呼べるものではないのですが、原型としてはトラクターでしょう。トラクターを軍事用に転用したものです。ただ、全くの冗談といったような話ではなく、ご覧のように、ロシア軍の使用にわざわざ塗装し直しています。装甲が全くないこのような車両は、当然のように銃撃を受ければ、乗っている兵士たちはひとたまりもないでしょう。しかし、そんな話はこれまでのロシア軍の採用してきた車両と比べれば、全く弱点ではありません。バギーやバイク、電動キックスケーターや自転車など様々な車両がありましたが、トラクターはそれらに比べれば、デコボコの地面などもものともせず走れるといった点で、悪路の走行性能としては優れている面があります。しかしそれは前線の兵士たちにしてみれば何の慰めにもならないでしょう。歩いていくよりはいいかといった程度のものです。そして冗談ではなく本当にウクライナ側の陣地に向かって突っ込んでくる兵士などもいることから、こちらの映像ではドローンで観察した上で突撃用のドローンが手配されました。この映像ではこの後近くで爆発が起こり、兵士たちは逃げ帰っていました。ロシアはウクライナに本格的な侵攻を行う前においては、アメリカに次ぐ世界第2の軍事大国として見られていました。しかし、戦争が長引くことによって工業生産力のなさといったものを露呈することとなりました。ソ連時代に大量に作られた戦車や装甲車を再生して前線に派遣し、戦線を支えてきたわけですが、現在ではそれらについても数多く撃破され、戦場に投入する新しい軍用車両はどんどんと質が悪化しています。ここ最近では一般の民間車両をどんどんと前線へと突っ込ませる車両に転用しているのですが、今回のトラクターはその取り組みの一環でしょう。もちろん軍に正式採用されたものではありませんが、現場では歩いていくよりはとにかく動くものだったら何でもいいというような要望が出て、その要望を叶える手段として民間の車両が使われているのでしょう。ただ私の知る限り、トラクターの方が民間の車両よりも値段が高いんじゃないかなと思うので、ちょっと非効率な面があるのですが、これについては、いやいやこのトラクターはウクライナの農民から強奪したものだから元手がタダなんだろうというような解説をしている方もおられて、確かに購入するのは高いのだから盗んできたものだという話であれば、ロシア軍らしさといったものが現れた新たな戦闘手段なのでしょう。そして、このようにだんだんと兵器の質が下がっているロシア軍ですが、攻撃の主体は人海戦術であり、乗り物が何であれ攻撃がひたすら続くことによってウクライナ軍が疲弊し、東部戦線でじわじわと押されているといったこともあり、とにかく数そのものが軍事力として機能している点は忘れてはなりません。続いて、ロシアに比べればはるかにウクライナ軍の方が兵器は正当な進化をしています。航続距離2000キロ。250キロ爆弾を投下して帰還可能なドローン、ウクライナが運用を明かす。ウクライナが運用していることが新たに判明した長距離攻撃ドローン無人機は250キロの爆弾を搭載して最長で2000キロメートル飛行でき、爆弾を投下して戻ってくることもできる。ロシア・ウクライナ戦争で使用されている再利用可能なタイプの攻撃ドローンとしては最も強力かもしれない。ソーシャルメディアへの投稿で無人システム軍司令部は250キロの航空爆弾を搭載して最大 2000km 航続可能で機関能力も備えた長距離無人機が使用されていることを確認する。これは戦場のゲームのルールを変える比類のない開発だと表明した。このドローンの正体は不明だが、数少ない関連画像から軽量スポーツ機タイプと推測される。ウクライナはかねて自国メーカーが手掛けるプロペラ推進の超軽量機を遠隔操縦式に改造して運用してきた。一部は胴体底部に爆弾を装着する。しかし、これまで映像ではこうしたタイプのドローンは低速の巡航ミサイルのように目標に突っ込んで爆発する片道任務の様子しか知られていなかった。無人システム軍が開発したドローンは爆弾を投下してから基地に帰還できる。つまり消耗したり墜落したり
あるいは撃墜されたりするまで数回、もしくはそれ以上の任務飛行をこなせるということだ。航続距離がかなり長いドローンを再利用可能にすることで、ウクライナはロシア国内の目標に対する重心打撃の回数や頻度を増やせる可能性がある。ウクライナのドローンは最近も爆撃機関連設備や石油施設などへの攻撃を繰り返している。こうした攻撃はロシア軍機によるウクライナの都市への爆撃にかかるコストをかさませたり、歳入の多くをエネルギー輸出に頼るロシアの石油生産を押し下げたりする効果が見込まれる。ウクライナ軍がこれまでロシアの領内奥深くに行ってきた遠距離ドローンによる攻撃は毎回のように使い捨てでした。目標地点を最初に定めてそこに突っ込ませることにより爆発させるというような攻撃方法です。人間が乗った戦闘機などがロシア領内に入ると対空ミサイルの餌食になってしまうため、このような攻撃方法は取れません。そのため、撃墜されても良い、しかも値段がはるかに有人戦闘機よりも安い、小型軽量の機体などを無人化してドローンとして突っ込ませてきたわけです。しかし、もっともっとコストを下げようと思えば、爆弾だけ落として帰ってきてねというような形へと技術開発が行われたというわけです。ですから、これは非常に正当進化な兵器の形だと言えます。元々の無人飛行する技術についてはもう確立しているわけですから、あとは目標地点でしっかりと爆弾を落とすこと、そして着陸することです。この着陸について言っても人間が操縦するように綺麗な形で着陸しなくても人が乗っていないのですから、例えばキャッチするための網を設けてそこに引っかからせて止まるといったようなちょっと強引なやり方でも良いでしょうし、とにかく再利用できる程度の着陸ができれば問題ありません。あとはこうした技術は開発が一旦形になれば、あとは改良に改良を重ねてより良いものになっていくことになります。そして対空ミサイルよりも安いことが多く、それだけに経済的な面で非常に相手に負担をかけることができます。しかもミサイルというのはそれほど量産できるようなものではなく、量産すればお金の面が辛いし、量産するための生産ラインといったものもあまり構築されていないものです。おそらくこうした無人機を作って攻撃を繰り返せば、最初のうちはロシア側も対空ミサイルで撃墜することができるでしょうが、そのうち対空ミサイルの量産が追いつかなくなって値を上げ始めることでしょう。あとはウクライナの国力から言ってこのドローンをどれだけこれからも生産し続けることができるかです。一つ一つの攻撃ではうまくいったとしても、それが全体に対する影響力を持つためには数が必要です。前半部分でロシア軍がトラクターを新型兵器として持ち出したことを言いましたが、同時にそれでもなおウクライナ軍をしているのは、たとえ生身の人間でもあろうとも、それが数を伴えば軍事力としては機能する。一方においてウクライナ側は正当な兵器の進化を行っても、それが数として少なければ全体の総合力として軍事力で押し返すことができないというような形になってしまうわけです。ここがまた戦争は数だよ兄貴なんという話が出てくる部分で、部分と全体の話がちょっと噛み合わず理解を難しくさせる部分です。ただしウクライナ軍のやっていることそれ自体は真っ当なことですから、これをいかにして突き詰めて量産化し成果を上げていくかです。最後にウクライナ情勢に大きな影響を与えるアメリカの外交を見ておきましょう。ウクライナ大統領選実施をトランプアメリカ政権が要望。ロイター通信はロシアとウクライナの停戦交渉に意欲を示すトランプ政権がウクライナの大統領選と議会選の年内実施を望んでいると報じた。ウクライナと交渉しても任期が切れているゼレンスキー大統領には合意に署名する資格がないとするロシアのプーチン大統領に対する配慮だとの見方がある。アメリカのウクライナ・ロシア担当特使を務めるキース・ケロッグ氏がウクライナで選挙を実施する必要があると語った。トランプ政権関係者2人は、ケロッグ氏ら高官が最近、初期の休戦実現の一環として選挙実施に同意するよう、ウクライナに促すかどうか議論していると明らかにした。恒久的な停戦を追求するため、ウクライナ大統領選を経た勝者が責任ある立場で交渉を担うことが
望ましいとの考えが背景にある。一方で、西側諸国の元政府関係者は、トランプ氏はロシア側の意見に反応しているとし、プーチン氏の主張に乗せられることになると懸念した。ウクライナにおける大統領の任期は5年だそうです。現在のゼレンスキー大統領は任期が切れた状態なので、そこをプーチン大統領はついています。ゼレンスキー大統領は任期が切れているんだからもうウクライナを代表するような人物ではない。何か交渉するような場を設けるのであれば、大統領選挙を行って、それに勝利した人物以外では話にならないというわけです。ただし選挙はどのようにして行うかで、その評価が分かれるものです。例えば、ロシアにおける大統領選挙においては、プーチン大統領が続けて当選し続けるといったことを前提にしているため、プーチン大統領に反対意見を持つ人物は、そもそも選挙に出ることができません。大統領選挙に出るためには推薦人名簿を作る必要があるのですが、選挙委員会はその名簿が問題があると一言言えば、それだけで大統領選挙には出られなくなるのです。そして、名簿に不備があるとされるのは、必ずプーチン大統領の反対派の人で、プーチン大統領に従いますよという人、完全に制御下にあるような人物の立候補については何の問題もなく認められます。そのようにして誰が勝つか最初から決められた制限選挙の中で、プーチン大統領は勝利を続けるわけで、このような形を持って、いやプーチン大統領ってのは非常に国民から支持されていますねという人は、ちょっと現状知らないと言えるでしょう。このような制限選挙といったものは各地で行われています。例えば中国においても選挙は行われています。中国は共産党一党支配なわけですが、しかしそれでも国民からはちゃんと信任されていますよという形だけを作るために、共産党を助けるための政党といったものが存在し、選挙も実施された上で共産党が大勝利してみんなから信任を得ていますよという形を取るわけです。このような支配者が支配者であるために認証するための選挙といったものは全く選挙として評価すべきではありません。日本においてはこうした選挙を非常に素晴らしい民主的なものだという、ちょっと奇妙なことを言う人もいるわけですが、それらの人たちの意見をまともに聞くべきではないでしょう。そして、ウクライナにおいても今選挙を行えば混乱が生じることは避けられません。戦争が起きている状態というのは誰もが望んでいるものではなく、苦しい人もたくさんいますし、人間の行っていることである以上、全くうまくやれていないこともあるし、不満を持つような出来事だってたくさんあるはずです。ロシアはまさにそこに人々を惑わせるようなデマやフェイクニュースを混ぜることによって政権批判を行い、ウクライナの国内の政局を混乱に陥れることを望むでしょう。その結果として誰が勝利するにしてもそのしこりは必ず残るものですから、ウクライナの国内情勢としても選挙をする前と後ではむしろ選挙が終わった後の方が弱体化している可能性の方が高いと言えます。かといって、ウクライナにおいてもロシア式選挙を行って今の体制に批判的な人をそもそも大統領選に出さないみたいなことをすれば、結局それはやっていることはロシアや中国、ベラルーシなんかと同じじゃないかというふうな話になってしまうわけで、それだと今度は西側諸国から批判を浴びるわけです。結局どっちに転んだとしても、ウクライナにとってはマイナスしかないような話なわけですから、大統領選挙や議会選挙を行うというのは、今の状態だと避けた方が良いというのが本当なラインになってしまうわけです。そうした状況になることが分かっているからこそ、プーチン大統領はウクライナに対する否定的な発言を繰り返すわけです。トランプ大統領が大統領選挙をしなさいと強く迫ってくるのであれば、ウクライナ側としては休戦条約の署名その段階に至った時に考えますぐらいな感じで先延ばしするような交渉をするしかないでしょう。ただそうした休戦条約について言っても、とにかく休戦しさえすればいいでしょうみたいな形で功を焦るトランプ氏と、自分たちにとって都合の良い期間だけちょっと休ませて戦力を養いたいプーチン大統領、ウクライナにとっては非常に問題ばかりが見える外交展開となっています。果たしてトランプ氏がどのような交渉を行い、どのような結果を導き出すか、これからも注目していきましょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。